2025年の断捨離は、過去からのトラウマ、考え癖を断捨離しよう。さあ皆さん、この私たち、よくやってる定番の新生活。その時期がやってまいりましたね。もう早いね。私がね、ユタの立場からいろいろなことをね、今までお話しさせていただきましたが、実はね、あやねさんも今年も25歳になります。で、いろいろなことが今起きてきてるんですね。芸能の中でもね、生活の中でも起きてますが、そういう、25歳のあやねさんの考える新生活の変化、それからお母様のね、翔子さんのね、新生活の変化みたいのをね、ちょっと二人にインタビューしてみたいなと思ってるんですね。なるほど。いかがでしょうか。新しいスタイルです。はい。私がインタビューになりますけど。ドキドキだね。ちょっとね。4月からの新生活、ご自分も含めてですよ。世の中の皆さんにも含めて、まず自分はどんな風に新生活を変えていこう、心がけようとしてるかということをちょっと聞きたいんですよ。自分の中、まず自分の話です。私の話ね。同じ世代の皆さんにもね。新しい生活なので、この過去から持ってきたものを一度、やっぱりリセットしたいなっていう気持ちは、断捨離。常にありますね。で、断捨離って物だけじゃなくて、ね、人間関係だったり、本当に考え方だったり、いろんな断捨離あると思うんですけど、私が一番知った方がいい断捨離のおすすめは、我々も50代過ぎた世代は特に、なんか過去の思考にとらわれること、考え癖。そこを断捨離すると大きく変わるんだなっていうのを私が実感しているので、そうです。意外と断捨離できずに亡くなる方多いですよ。それは過去の思考。大切に持っちゃうんだよね。持っちゃう、どうしても。それが自分だと思ってるからね。そうそうそう。でもそういうのってマイナスが多いよね。多い。そうなの。ね、怒ったり恨んだりね。そうなの。怒りってなんかずっと蓄積されてるじゃない？意外と。そういうのを手放すと、だいぶ違うなっていうのがあるので、それは皆さんおすすめです。2025年の、断捨離は、過去からのトラウマ、考え癖を断捨離しよう。これ大きいな。答えじゃあ自分もそうだし、同じ世代の人たちにもそれをちょっとどうですかっていう提案ですか？提案ですね。私は良かった。それでいろんな新しいことにも挑戦できたし、っていうのがありますね。今までだったらどうせできないよとか、無理だよみたいなところの、そういうのが多分きっと過去からの、トラウマだったり考え癖だと思うので、それが出てきたら、これいらないねって、じゃあまずやってみようか。そしてやってみて本当にまたダメだったら、また違うアプローチすればいいし、みたいなところで、自分の中にできないをちょっと取り払っていこうかなっていうのはすごくあります。例えばね、翔子さんの考え方に同意とかね、いや、翔子さんの考え方素晴らしいよねとかって言ってくださる視聴者の方多いんですけども、その皆さんに対してね、じゃあ、翔子さんに憧れてるってことは、翔子さんみたいになりたいわけじゃん。もちろん断捨離も必要なんだけど、同時に同じ50代、40代の女性として、これ気をつけた方がいいよっていうのあります？生活の中で。やっぱり、腸を整えるとか、体のメンテナンスはもう如実に出てくるので、そういうのはすごく、やっぱりなんかこう自分に合った多分やり方ってあると思うので。ちょうどね、ほら4月とかに始めるって、年度始めというのが始めやすいよね。まず腸活。腸ってやっぱり脳と直結してる第二のね、脳って言われてるぐらいなので、やっぱりそのメンタルも気をつけながら、実際自分のね、この乗り物である、3次元の乗り物である自分の体のメンテナンスっていうのも、本当に頑張っていった方がいいと思います。私たちは若さだけではもう乗り切れない、世代になってしまっているので、いつまでも自分は大丈夫だろうみたいなところは、どうしても私特にそういうタイプなので、自分と向き合った時に、なんかやっぱり今までに感じなかったきつさとか、辛さとか、やっぱあったりするので、そこは気をつけてるかな。で、特に私もほら50代だからいろんな、日本で言われる更年期がどうとか出てくるけど、それは絶対調べない。病院にも行かない。不調があっても調べないよね。そう。私は調べないようにはしてます。そこは自分でうまく違う切り替えを持ってきて、ちょっと多分きっと無理来てるよなと思ったら、いろいろ取り入れたり、サプリ取り入れたり、美味しいもの食べたり、ゆっくりする時間を過ごしたりとかっていう風に自分が心地いいなって思える時間を増やすようにしてるかな。では、じゃあ精神面と、
で、体のね、健康面いただきました。はい、もう一個。もう一個。経済的な部分で、お金に対する考え方は、溜め込まないようにしてますかね。ちゃんと自分の自己投資になる使い方をするようにしてます。それをね、みんな今怖がってるんですよ。自己投資をせずに、今こんな時代だからお金を貯め込もうという人が多いのね。逆なのかなって私は。ここを多分ね、皆さんに聞きたいと思う。なんで逆だと思うのかっていうところ。かけるべき時にかけずに、なんかそのまんま、ずっと多分持ち腐れていくような気がして、ね、多分そう、今いろんな経済的不安とかあるし、でいろんな自分のこのメンテナンスのこと含め、自分を維持する不安っていうのも出てくるのよ、この世代ってきっと。でもだからこそ、自分がまず元気になって、その元気から思考するものって進むっていうところに私は繋がってると思うんですね。だから多分自分が元気じゃないと溜め込もうっていう気持ちになるのは必然的なのかなって思ってて。だからこそまずは一回自分メンテで自分に投資する、自己投資でしっかり自分を元気にしていった後に、そこからは多分、もっと前向きになろうとか、なろうっていうか前向きになっていくと思うの、おのずと、自分が元気になったら。そうすると、やっぱり、今のまんま、なんかこうやって世の中的に不安定だから、貯めようじゃなくて、世の中的に不安定だからこそ、もっと勉強して、投資だったり、投資じゃなくても、身近ななんか自分が、これいいって思うことにお金を出していくっていう生活をしてると、またお金は自分に戻ってくるのかなっていうふうに考えられる思考ができてくる。だから、このスパイラルが変わるのかなって思う。今、翔子さん言ってることは3つ共通していて、要は精神的な部分も食べ込まない。腸も食べ込まない。お金も食べ込まない。どころか循環をさせながら、その循環の中で起きてくる、いわゆるエネルギーを、いい形にすることによって、腸活も、マネー活も、精神活動も良くしましょうっていうことですね。そうですね。それを4月から提唱したいと。いや、素晴らしいお話いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、次25歳のあやさん。もう私の半分なのでね、まだまだ。私は、それこそさっき断捨離っておっしゃいましたけど、私が今やってる断捨離としては、人間関係。25歳で人間関係。もう今、お父さん無理してあげたよ、今。普通出ない言葉だよ、これ。人間関係の断捨離が来た。そう聞くとすごく残酷に聞こえると思うんですけど。残酷ではないよ。やっぱり4月、3月って別れと出会いの季節じゃないですか。セットだよね。だから私が言いたいのは、別れに固執しないっていうところがすごい大事だなって、今思ってて、やっぱり環境が変われば、今まで自分の中ですごく一番だった人と疎遠になったりだとか、すごく自分の中で支えになってた人と離れて過ごさなきゃいけなくなったりとかってなった時に、そこに寂しいっていう、寂しい思いが湧くのはもちろんなんですけど、固執しすぎて新しい出会いを逃すじゃないけど、見過ごしちゃうことあるよね。やっぱり自分の中で、大きい存在のキャパシティを開けないことには新しい大きい存在も入らないって思ってるんですよ。だからこそそういう意味での断捨離。やっぱご縁ってあると思うので、人は。どこまで行っても、じゃあ一生今周りにいる人たちがずっといるかって言ったらそうではないと思ってるし。その入れ替わりがね、あって初めてね。それをいい意味でドライに、とはいえ今までの感謝を忘れず、ありがとうございましたって思いを持ちながら、また自分にとってそれだけ大きな存在がいなくなったっていうことは、じゃあもっとすごい人に出会うんだな、もっといい存在に出会えるんだなっていう風なポジティブな考え方で新しい出会いに向かっていくっていうことが新生活すごい大事かなって最近は考えてて、私自身もやっぱり最近すごくいろんな動きが目まぐるしく起こる中で自分の私生活も変わっていますし、仕事のスタイルも全然変わっていて、でその中でやっぱり最初にその活動を始めた頃と今やってることを同じように支えてくれる人たちがずっと変わらないかって言ったらそうじゃないし、かといえやっぱり別れの時は寂しいですけど、そういう大きい存在がいなくなると
またすごいいい出会いがあったりとかっていう風にうまくできてるなって思うんですよ最近。ね、これはもう、そうお父さんからずっとね、人を離れていくときはね、去るもの追わずだよっていうのはずっと聞いてきてるしね。そうなんですよね。それ今自分が体感、実感して、本当そうだなっていうとこだよね。まあ、人生の乗り合いバスのね、乗客は変わるからね。そうなんですよ。途中で降りていく方もね、そういるし、でもやっぱりそうなんですよね。席数は決まってるから、だからやっぱり降りていってしまった人にやっぱまだ戻ってくるかもしれないからって荷物置いて開けておくとね、席取り手とかもね、そこに座るはずだった人が座れなくてなるもんねっていうことになるなと思うので、そういう意味で寂しさを断捨離かな。素晴らしい。どうですか？まずじゃあこれ人の断捨離1個ね、いただきました。人の断捨離。お金に関しては？お金に関してで言うと、ありがたいことに本当に私は、はるさんの、娘であるね、はい、フィールドの中で生きさせてもらっているので、本当に皆様のおかげさまもすごくありますけれど。もちろんほら、それはもちろんあるんだけども、今までだとほら、そのお父さんがいてお母さんがいて、3人で活動しているから、経済的な分では心配ないじゃない。ただ今、少なからず自分で稼ぎ始めてきていて、お金も入ってきてるはずなんですよ。で、今後お金を稼いでいくってなった時に、自分がお金に対する価値観をどう考えるかってことは、今後の4月以降って大事になってくるかなって。確かに、そうですね。逆にそれはちょっと教えてほしいかもしれない。お金に対するモチベーション。そうですね。お金に対するモチベーションは、もちろん間違いなく自分で稼いだお金が、例えば100万円だとします。で、親からもらうお金が300万だとします。100万円の方が全然価値が高いんですよ。自分の中で。喜びが大きい。で、あと自分がやっぱりお金を稼ぐという仕組みを作ったってことが大事だから、人からもらうものっていうのはあげる人がいなくなったらもらえなくなっちゃう。でも自分が100万円稼ぐっていう仕組みを作るってことは延々、どんな環境であれ、どんな場所であれ、その仕組みをもう一回駆使すればお金を生み出すわけだし、生み出す力はマイナスになることがないんですよ。100までちゃんと生み出したら次は200いけるし、300いけるし。そういう意味で今、すごくお金を稼ぐために頑張ってるじゃない？まあ、それで生活してるわけじゃないけど、こんだけ頑張ったらこんだけお金が入るんだっていうのを体感してると思うのよ。どう？実際大変じゃない？すごく大変です。すごく大変。だからこそ余計に、もうお父さんのことも尊敬しますし。そうですね。でもね、ある一定のところまで金額はね、稼ぐの大変なんですよ。皆さんも勉強してほしいのはね、例えば100万円稼ぐって大変じゃないですか。大変なんですよ。働かなきゃいけない。肉体労働。で、次1000万円はもう無理と思っちゃうの。肉体労働で稼ぐには難しい数字なの。でしょ？ 100 万円稼ぐの大変なのに、単純に1000万って10倍だから、人間に10人いないといけないけど1人でやるわけでしょ？そこに対して1000万円を稼ぐ人っていうのは、肉体労働以外の知恵があるってことなんですよ。そういうことだね。次に難しいのが3000万円なんですよ。もう3000万円っていうのは、知恵の中でも有数の知恵を持ってないと3000万円いかないんですけど、これ月収の話よ。で、月収で3000万とかおかしいでしょって思ってるかもしれませんが、普通ですよ。稼ぐ人たちの中では。僕らのレベルではもういっぱいいます。で、相田さんは、おそらく今100万とか200万とかっていうのを今ラインに来てるんですけども、そこから先、じゃあ1000万稼ごうとしたときに、200万と同じ、100万と同じ働き方をしてたら体壊しちゃうよね。そうなんです。どこかでやり方を変えないといけない。そのために工夫をしなきゃいけない。次1000万稼いだら今度は3000万に行くときにもっと大きく、なんだろうな、やり方変えなきゃいけない。ここまでが壁です。3000過ぎたらあとは皆さん覚えてて、お金がお金を生みます。これがいわゆる経済の仕組みなんですよ。そういう意味では第一段階に立ってるんですよ。すごいね。25歳で。じゃあ最後にね、健康面はそうだからここ心配ですよね。本当にそれこそ今はもう睡眠時間、私もともと12時間とか寝るような人なんですよ。本当に。もうずっと寝て、で、家から出ないで。親が止めないからね。引きこもってみたいな好きな自分の時間を過ごしてっていうのがすごく幸せっていうタイプだったんですけど、それこそ今いろんなことを頑張らせてもらう中で、最近の平均睡眠時間は3、4時間でずっと稼働しているんですよね。なんですけど、それが当たり前になると結構やれちゃうんですけど、やれるよね。自分の体的には多分結構びっくりしてる。急に、この人、こんな動く人だったっけみたいな。24年間
ずっと寝てたはずなのにみたいなね。おかしいぞってなってきてるのを感じているので、それこそ本当にもう、基本的なことで、筋肉は、体力をつけるっていう意味では必要かなと思うのと、あとやっぱり腸活は一緒で、本当に、で、やっぱそれだけ起きてる時間が長いので、今までよりも食べるようになってしまったんですね、ご飯を。だけどやっぱ体型維持をしなきゃいけないっていうところで、やっぱ腸活を見直して、もうしっかり栄養は取るけれども、しっかり、なんだろうな、代謝して、排出はしっかりしてっていう風なサイクルを作るようにっていうのを心がけてますね。これ、ストレスでやっぱりね、太ってしまったりとか、疲れで太ったりっていうのがあるからね、実際。特にね、女性はホルモンのバランスもあるので、そういったことの戦いですかね、今は。結局お二人ともね、今後、舞台がニューヨークに変わりますよ。もちろん、日本にもいますが、ニューヨークでも活躍をしていきます。それは、例えば、あやねさんで言うと、インフルエンサーもやるし、ミュージシャンもやる、音楽家もやる。で、しょうこさんも同じような形でインフルエンサーもやるし、同時に音楽家もやるし、もしくは、また自分のやりたい福祉活動を含めてね、いろいろなボランティア活動もなさると思いますが、お二人がまずね、頑張って、世の中の人たちに今喋ってることを具体的に見せていくことが一番大事だと思うんですけども、ぜひ見てる人たちも、ただ見てるだけだったら時間がもったいないよね。命の時間ってやっぱり限られてるから、ぜひね、この話を聞いてね、頑張りたいよと思う人がいたらコメント欄にいっぱい書いてほしいよね。そうだね。頑張りましょう。どうすればできるんですかみたいな質問がいっぱいあるとね、逆に答えやすいし、動画でもできやすいし、それこそうちもそろそろ今度8万とかね、9万とか10万とかってなってくると、たくさんの数の人たちがいらっしゃるので、お二人がやってるその生き方、考え方をね、講演会もやってあげたいよね。それはぜひね。ぜひそういうのも要望がありましたらね、コメント欄にいただけたらと思います。4月からはね、そのような形でやっていきたいそうです、お二人は。はい。ゆうたの私からは何もありません。すべてです。すべて言ってます。ただ、お二人に共通するのはやっぱり健康面なんですよ。精神力も含めて目標と強い、なんていうのかな、意志は感じたと思うんですけど、体だけは言うこと聞いてくれないんでね。私今日お二人にね、ミトコンドリアのね、飲み物持ってきてます。ありがとうございます。営業じゃないです。個人的に案件ではありません。案件じゃないですよ。登場はしません。残念ながら。商品もちょっと見せられませんけど、ミトコンドリア、僕調べた結果、すごくいいです。やっぱり体をね、酸化させない。錆びさせないっていう。錆びしない。それをね、今日お二人に最高級のものを持ってきてますので。ありがとうございます。はい。物は見せられませんが、お飲みになった後の姿を見てください。ビフォーアフターってことです。すぐ出るの？出ます。こちら、本日ビフォーでございます。ごめん。アフターだけど。先に。フライング先走って飲んできました。それはさ、妻だから最初にあげるじゃん。先走って飲んできました。皆さん4月から頑張りましょう。また僕も頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。Close your eyes.